これでわかるダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ。画家であり詩人でもあります。ロセッティといえば、まずラファエル・ゼンパに少し触れておきたいと思います。19世紀中頃のビクトリア朝時代、ロイヤルアカデミーでのラファエロなどをお手本とする教えに反旗を翻したグループ。ラファエロ以前の素朴な初期ルネッサンス美術などを模範とし、ありのままを映し出そうとしました。とはいえ、昔のような絵に戻るのではなく、むしろとても新しい感覚の絵のように思えます。キリスト教や中世の文学、ギリシャ神話などを題材に使いながらも、伝統にとらわれず新しい感覚で描いています。こちらの絵をご覧ください。受胎告知。この題材はたくさんの画家が描いていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチが有名ではないでしょうか。なんとも凛とした聖母マリアの姿。これは大天使ガブリエルからイエスの子を宿しましたよと告げられる場面ですが、この絵に比べてロセッティの方は同じ題材とは思えないくらいの違いがありますよね。まずマリアの感じが違います。どう見ても怯えてる様子ですし、場所もまるで病院のよう。マリアの様子から精神病院まで連想させます。でも同じ受胎告知の場面です。マリアを象徴する白百合をガブリエルが持っています。キリストの血を暗示させる赤い布、ここにも白百合が刺繍されていて、後ろには青いカーテンもあります。赤と青はマリアの衣装の色。降臨もあります。精霊の象徴である鳩も描かれていますね。ガブリエルに羽がないことでこの絵は賛否両論だったようですが、足のこの光を見ると浮いているので、羽がなくても飛べてはいるようです。なんとも不思議な絵で、今までとは違う角度から見たマリアという感じがラファエル全般の新しさを表現しているのかもしれません。さて、ロセッティ、どんな人だったのでしょう。1828年、ロンドンに生まれる。彼の家族は文化史、文学史に名を残しています。父、ガブリエーレ。ロンドンのキングスカレッジでダンテをはじめとするイタリア文学研究の教授であり詩人でした。母、フランセスは家庭教師。ちなみに彼女の兄、つまりロセッティからすると叔父にあたる人がジョン・ウィリアム・ポリドリ。最初の吸血鬼小説を書いた人です。姉、マリア。宗教書やイタリア語の教科書、ダンテに関するエッセイなどを出版。弟ウィリアム、作家であり美術評論家。妹クリスティーナ、詩人。インテリの家庭で育ったロセッティ、彼自身も5歳で戯曲を書くなどの才能を見せていました。ロセッティはやがて美術の道を志し、1846年ロイヤルアカデミーに入学。ですが、教育方針に疑問を持ち、同校の学生であったウィリアム・ホルマン・ハント、ジョン・エバレット・ミレイらと共にラファエル全派を結成。後にロセッティはエドワード・バーン・ジョーンズやウィリアム・モリスとも交流を深めます。ロセッティはプレイボーイでした。エリザベス・シダルという婚約者がいたのですが、ファニー・コンポースやジェーン・バーデンという女性たちともお付き合いがありました。シダルはいろんな人のモデルで、ミレーのオフィーリアのモデルとしても有名です。彼女自身も絵を描いていて、ロセッティが教えていました。シダルはロセッティの浮気に悩み、病んでいきます。もともと体が弱かったため、治療のためにアヘンチン気を服用していましたが、それがさらに体調不良を起こしました。さて、ロセッティが夢中になっていたジェーン・バーデンの方は、ロセッティの後輩、ウィリアム・モリスと結婚しました。ジェーンに振られたロセッティはシダルと結婚します。その時すでにシダルは心身ともに弱っていましたが、追い打ちをかけるように翌年子供を出産します。そしてシダルはアヘンチン気の過剰摂取により、1862年自殺同然の死を遂げました。自責の念に駆られたロセッティは、
亡き妻への贖罪としてその棺に死の装甲を収めました。ですが後に刺繍の刊行準備中、その墓を暴いてその装甲は回収されています。こちらの絵をご覧ください。ベアータ・ベアトリックス。この作品は詩人のダンテ・アリギエーリの神仙に書かれているベアトリーチェの死を描いています。ベアトリーチェの意識が朦朧としているのを表すかのようなぼんやりとした風景。日時計が落としている影はベアトリーチェが死を迎えた時刻。背後にはフィレンツェの風景。右にいるのはダンテです。左にいるのは愛の偶意像と見るのが有力のようです。こちらには天井と地上を結ぶ橋が架けられています。ロセッティは妻シダルをベアトリーチェに重ね合わせ、彼女の死を傷んで描きました。鳩がケシの花を運んできています。これは彼女を死に導いたアヘンが取れる植物。天に召される瞬間の恍惚とした表情があまりに美しく、儚げでもあり、また官能的にも見えます。ロセッティはシダルのことで苦しみながらも、ジェーンのことが忘れられず、モリス夫妻の住まいに時折身を寄せるようになります。モリスもまた、ロセッティと妻の関係を受け入れるかのように長期にわたって出かけてしまうことがありました。ロセッティはジェーンを描き、詩を書きました。シダルに対する自責の念とジェーンとの複雑な関係に悩み、さらに刊行した詩集の批評などにより精神のバランスを失っていきます。気を紛らわせようとアヘンとアルコールの過剰摂取で被害妄想や幻聴・幻覚を起こします。1882年、腎臓の病気により54歳でこの世を去る。ロセッティが女性にモテたのは絵はもちろんですが、詩の影響も大きかったのではないかと思います。パンドラ。週末はどうなったのか。欲しいままに翼を打つ悪しき生まれの者ども。悪になり果てた良き者ども。禁じられた熱烈の時の鬼神どもは。そう、今こそ宝箱をしかとつかめ。その者どもがいずこへ行くか、お前はあえず考えずともよい。お前には知れぬのだ。まだそこにしまい込まれた希望が生きているか死んでいるのかも。パンドラの箱については他の動画でご紹介していますので、よかったらこちらもご覧ください。美術界に革命を起こし、自身の恋愛で身を滅ぼしていったロセッティ。いかがでしたでしょうか。では最後に他のロセッティの絵画を見てお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。